オイルが分離してきました。これが次のステップに進む目安です。プリプルの白子、そして極めつけのバター、香りがねもう最高ですね。はい、こんにちは、シェフのホイルです。今日は白子のマリナーラを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。リングイネ、ホールトマト、アンチョビ、ニンニク、乾燥オレガノ、バター、白子、塩、オリーブオイルです。はい、それでは今日はトマトパスタシリーズということで、冬のマダラの白子を使ったマリナーラを作っていきます。でマリナーラっていうパスタはですね、魚介と合わせることが多くて、その組み合わせと白子がですね本当に絶品なので、これからまずは白子の下処理からやっていきます。それとですね、最近ファビオ飯公式アプリの方でも YouTube にはない限定動画を週1で配信しているので、興味のある方は概要欄をチェックしてみてください。はい、まずは今日のこの白子はですね、スーパーで買ってきてパックから出して、この 2% ぐらいの塩水、冷たい水に30分から1時間ぐらいつけといたものです。で白子っていうのはこれ一つの塊になってます。で臭みの原因っていうのがもうこの白子のぬめりなんですね。でそのぬめりを取るために塩水で洗ってつけとくとですね、白子に味も入るし、ぬめりも取れるしっていうメリットがあるので、まずは買ってきたらこうつけとく、冷たい水に。でつけ終わったのがこれです。でつけ終わったら次に何をするかっていうと、白子ってこう一つの塊になってるんですけど、この触ったら分かるんですけども、ここにこれが硬い筋です。でこれを包丁とかハサミとかで取り除いていくんですけど、こう筋をこう持ちます。持つと白子の身が下に落ちていくので、この上にある筋の部分を、僕はちょっとハサミがやりやすいと思うので、ハサミでチョキチョキと切っていく。でそうするともうこの白子の身の部分が下に落ちるので、これも慣れていったら結構感覚がわかるんですけど、ちょっとこうチョキチョキと切っていく。そうするとこれです。硬い筋で、これは食べれないので捨てて、であとはこのほぐれていくんですけど、あまりやりすぎると、白子ちっちゃくなりすぎちゃうので、硬いところだけちょきちょきやるイメージ。でこれぐらいの大きさにして切っていきます。白子を掴んで硬い筋のところ包丁入れていく。こんな感じです。で次はこの白子を下茹でしていきます。はい、それでは白子を入れて下茹でしていきます。でここで大事なのは、この今お湯の中はだいたい70度から80度の間で、だいたい70度から80度の間で茹でていくんですけど、ここでもう火もつけないでだいたい3分ぐらいだと思います。でここで茹でることによって、塩は 1% ぐらい入ってるんですけど、ここで茹でると、白子自体アニサキスの危険があるので、茹でて、その危険性をなくすっていう意味と、あとは白子がプリッと仕上がります。なので、沸騰してない状態で茹でる。であとは最終的にまたここで茹でていくと、見てください、汚れとかぬめりが取れるので、とても大切な下処理です。和食だとこの中に日本酒とあと昆布入れて茹でたりとか、イタリアンだとやっぱりワイン飲む場合だと白ワインちょっと入れて茹でるととてもいい感じだと思います。はい、それでは 3,4 分ですね、茹でてこのプルプルの状態、ここまでいったらバットに引き上げて、でこの状態で今日はパスタのソースにしていったりとか、あとはもうこのままポン酢かけて白子ポン酢でもいいですし、ここからチーズかけてオーブン焼きっていうこともできます。
はい、それではマリナーラソース作っていきます。まずフライパンにオリーブオイルをなくなりましたね。新しいオリーブオイル加えて、ニンニクのスライスです。これを加えたら加熱をしてじっくりとニンニクのパンチを出していきます。はい、それではニンニクがふつふつしてきたので、ごく弱火に落として、でニンニクが色づく手前ぐらいになったら次のトマトを入れていきます。で今日はですね、この基本のマリナーラソースっていうのはニンニクとオレガノのトマトソースではあるんですけど、リッチな白子が入ってクリーミーなマリナーラになっていくので、マリナーラリッカといってアンチョビを加えてコク深いソースにしていきます。はい、それではやんわり余熱でニンニクに火が入ってきて香りも立ってきたので、ここでホールトマト入ります。だいたい200ぐらいです。でホールトマトが入ったら、これでオレガノも加えながら、火はですねそんな強火にしなくていいです。で最初に塩、ここでニンニクオイルとトマト、オレガノが入ったのでマリナーラソースです。で少しずつこう崩しながらソースにしていきます。でトマトを崩しながらゆっくりと加熱をして炊いていきます。でちょっとトマトのベースができてきたらパスタを茹でていきます。はい、それではパスタ茹でていきます。今日は南イタリアのパスタソースととても相性のいいリングイネを茹でていきます。鍋の中には2リッターに対して 30g の塩が入っています。はい、それでは今徐々にですねこう液体っぽかったのが粘度が出てきます。どこまでこのトマトを崩すかはお好みなんですけど、今日はですねこのトマトソースもしっかりと加熱をしてちょっと味も濃いめで作るんですね。でその濃いめの味にクリーミーな白子が加わるというようなソースなので、結構ね煮詰めちゃって大丈夫です。なので今日は9分茹でのリングイネを茹でていて、その間はもうずっと炊いてるイメージでソース作ってみてください。はい、次のステップに行きます。で加熱していくとトマトの果肉感が出てきてオイルが分離してきました。これが次のステップに進む目安です。これでホールトマトが凝縮できました。そしてここにアンチョビのうまみを溶かしながらソースに入れていきます。で少量の塩が入ってアンチョビのうまみも入っているので、茹で汁が濃すぎるとしょっぱすぎるパスタになってしまうので、ちょっと茹で汁と、水の量は調整してほしいですけど、ここに茹で汁、水で割ったようなものを加えてソースを伸ばす。で水分が入って混ぜ合わせることによってこのいい感じに滑らかで滑りのいいソースが出来上がります。でここで味見をしていきましょう。美味しいですね。とっても美味しいです。でごく弱火のとろ火でパスタが茹で上がるまでソースを炊いていきます。はい、それでは麺が茹がったので合わせていくんですけれど、今ずっと炊いてソースがとろっとした状態です。でこのままパスタを入れるとどうしてもやぼったいパスタになってしまうので、また少量調整、滑りを良くしておく。で最後は強火で仕上げていきます。先ほど茹で上げたプリプルの白子、そして極めつけのバター、うわー美味しそうな状態ですよ。これをパスタに和える最高の状態ができてます。でバターを溶かしながらトマトソースを最終的に
幅広のリングイネに合わせて白子も温める香りがね、もう最高ですね。はい、それではいい感じに麺にソースが絡んだので盛り付け入ります。はい、これで白子のマリナーラ完成です。はい、それではいただきます。いやー、美味しそうです。もう香りがたまんないですよ、これ。うん。皆さんもこれは美味しすぎて倒れちゃいますよ。それぐらい美味しいパスタ料理になってます。今日のですね、白子の下処理をすれば絶対に美味しくはなるんですけど、最初の塩をつけておくってことがとても大事で、下味が白子に入ってないとどうしても水っぽい味わいになるので、最初に白子をつけるってことは忘れないでやってみてください。で、白子っていう食材はですね、イタリア料理で本当によく使う食材ですし、相性が抜群です。で、パスタ料理だと、今日やったこのマリナーラソースと白子の組み合わせって本当に相性いいですし、白子が濃厚なコクがあるのでアラビアータソースでもいいですし、あとはちょっと変化球だとカルボナーラにしてもとても美味しいです。はい、ごちそうさまです。今日のこの白子のマリナーラなんですけど、本当に美味しいパスタ料理になっているので、動画を見たらすぐ作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。